寝室のクローゼットに入れてた時計知らない？親父からもらったやつ。夫の優也が珍しく神妙な顔で話しかけてくる。触ってないけど、大事なものだって話していたやつだよね。そうなんだよ。他にもネクタイとかも見当たらなくて。最初はなくしたと思ったんだけど、さすがに数が多すぎてさ。実を言うと、夫と同じように私も、ここ最近は物をなくすことが多かった。私は昔から整理整頓を心がけていたし、こんなにもたくさんのものがなくなるのはおかしい。それで、夫と話して何がなくなっているのかを確認したところ、特に寝室に置いてある高価なものばかりがなくなっていた。冠婚葬祭などでしか使用しないものが多く、日常で触れることはほぼないものばかりで不思議なぐらいだった。リビングから物置、トイレやお風呂場まで探したが、なくしたものは一つも見つからない。正直、夫には言わなかったものの、ママ友のアキナさんを疑ってしまう。アキナさんは、もともとアクセサリーなどをよくつける方だが、最近は私が持っているものと同じものを身につけている機会が多く見受けられていたのだった。私の名前はともみ。夫の優也とは結婚して10年が経つが、結婚記念日には夫と2人でディナーをしたり、買い物に出かけたりと、結婚当初のように仲睦まじく暮らしている。さらに、6年前には娘のミカも生まれ、本当に幸せな毎日である。そして、娘のミカが小学生になるのを機に、立地の良い場所に念願のマイホームを建てた。保育園時代のママ友たちとは離れてしまったが、何度も下見して決めた場所だったので、ミカのためにも、夫のためにも、地域で交流を深めていこうと奮闘していた。しかし、心配事が一つ。ミカは昔から人見知りが激しく、保育園時代から仲がいいというほどの友達がいなかった。小学生になった今も同じで、保育園時代から一緒にいた子と同じ小学校へ行った方がミカのためになったのではないか。自分たちの都合で振り回してしまったのではと後悔するのだった。明日、お友達のゆうなちゃんとお家で遊びたい。いい？ミカが初めての友達を家に連れてくるなんて、一般的には普通のことかもしれないが、私は今までのミカを見てきた分嬉しかった。あまりに嬉しくてお菓子を買ったりと張り切りすぎてしまう。ゆうなちゃんが家に来た時なんて玄関まで走って行って挨拶をしてしまうほどだった。しかし、ゆうなちゃんという子はそんな私に驚くことなく丁寧に挨拶をしてくれた。はじめましてミカちゃんのお母さん。はじめましてゆうなちゃん。わざわざ来てくれてありがとう。ゆっくりしていって。はい、お邪魔します。大人びた挨拶と返事。本当に小学1年生かと思ってしまうほどしっかりとした子だった。それに感心しつつも、親の私があまりしゃしゃり出てはいけないと気を持ち直し、二人の笑い声に気を取られすぎないよう冷静を装った。その後も、ゆうなちゃんは頻繁にうちに遊びに来てくれた。ゆうなちゃん家には行かないのかな？お母さんはお仕事で忙しいのかな？なんて考えていた日のこと。いつも通り、ゆうなちゃんが遊びに来たのだが、その日は一人ではなかった。ゆうなちゃんによく似た若い女性が一人。はじめまして、娘がいつもお世話になっております。これ、ほんのお気持ちです。ゆうなちゃんの母親であるあきなさんは、ゆうなちゃん同様、丁寧な挨拶をしながら菓子折りを渡してくれた。見た目は少し派手な美人さんだが、物腰が柔らかく気さくな人のようだった。ミカたちが家の中で遊び始めた後も、軽く玄関で立ち話をして、そろそろ中に入ろうかなと思った時、アキナさんは少し焦ったような声で話しかけてくる。ごめんなさい、初めてお伺いした家でと思うかもしれませんが、お手洗い貸してもらえませんか？娘の友達のお母さんに会うのは初めてで緊張しちゃって。どうやらゆうなちゃんもミカが初めてできた友達だったようで、こんな風に家に挨拶に来たのは初めてだったようだ。立ち話に付き合わせてしまって申し訳ない反面、境遇が似ていて親近感も湧いた。お手洗いを貸した後は、なし崩し的に
家の中で会話を楽しんだ。じゃあ、アキナさんも最近引っ越してきたばかりなんですね。うちと一緒です。うちは引っ越しが多いのでアパートです。まあ、新築を建てるお金もないですし。でも、今回はしばらく引っ越さなくて済みそうなので、マイホームを考えてもいいかも。それはよかった。ミカ、ユーナちゃんと遊ぶのが楽しいみたいです。よかったらいつでも来てくださいね、アキナさんも。意外にも共通点の多かった私たちが仲良くなるのには時間はかからなく、気がつけば夕飯を作り出すような時間になっていた。ミカのおかげで私もママ友ができたなんて喜んでいたが、その日以降、アキナさんが家に来る機会が多くなってくる。ともみさん、面白くって今日も来ちゃった。ユーナもミカちゃんと遅くまで遊びたいって言うし、今日は遅くまでいてもいいかな？え？いいけど。嬉しい。あ、ごめん。ちょっとトイレ貸してもらってもいい？アキナさんはお腹が弱いのか、家に来て早々お手洗いを借りることが多かった。2時間程度で5回もお手洗いに行ったこともある。少し不思議に思ったが、誰だって色々あるし、聞かないでおくことにした。しかし、お手洗いだけならよかったものの、家中を我が物顔で歩き始めたことには驚いた。うちもマイホームを建てようと思ってて、参考にしたいから間取り教えて。寝室は広めの方がいいよね。こんなことを言って、私の断りなく家中を散策する。そのうち、ゆうなちゃんが遊びに来ていない日でも家に来ては散策し、私が家の中におらず庭の手入れをしている時でさえ、勝手に家の中に入るなんてことが出てきた。アキナさんはお手洗いを借りているようだが、わざわざ私たちの家に来る必要はないはず。家にお手洗いがないなら仕方ないとは思うものの、そんな話を聞いたことは一度もない。アキナさん、せめて私が家の中にいないときは勝手に入るのやめてくれない？へえ、私たちって家族みたいなもんだと思ってた。仲はいいけど、最低限のマナーみたいなのってあるでしょ？お手洗いを貸すのはいいんだけど、自宅であらかじめとかできないかな？家でしてるけど、ともみさんの家って落ち着くからしたくなっちゃうのよね。まあでも気をつけるね。注意するも、アキナさんの行動は収まることなく続いた。心が狭いと思われるかもしれないが、正直なところ、突き放したいとすら思ってしまう。しかし、せっかくできたミカの友達のママだと考えると、どうしても無下にすることはできなかった。そんな毎日を過ごして1ヶ月が経った頃、夫が珍しく神妙な顔で話しかけてくる。あのさ、寝室のクローゼットに入れてた時計知らない？親父からもらったやつ。え？触ってないけど、大事なものだって話していたやつよね。そうなんだよ。他にもネクタイとかも見当たらなくて、最初はなくしたと思ったんだけど、さすがに数が多すぎてさ。実を言うと、夫と同じように私も、ここ最近は物をなくすことが多かった。私は昔から整理整頓を心がけていたし、こんなにもたくさんのものがなくなるのはおかしい。それで、夫と話して何がなくなっているのかを確認したところ、特に寝室に置いてある高価なものばかりがなくなっていた。冠婚葬祭などでしか使用しないものが多く、日常で触ることはほぼないものばかりで不思議なぐらいだった。リビングから物置、トイレやお風呂場まで探したが、なくしたものは一つも見つからない。正直、夫には言わなかったものの、ママ友のアキナさんを疑ってしまう。アキナさんは、もともとアクセサリーなどをよくつける方だが、最近は私が持っているものと同じものを身につけている機会が多く見受けられていたのだった。その日以降、アキナさんの私物を注意深く見たところ、私のものと同じ時計、同じネックレスと被っているものが多すぎた。見れば見るほど同じで、一度気がついてしまうと気になってしょうがない。大抵物がなくなった次の日には、同じものをアキナさんが身につけているのだから。やはり、アキナさんが犯人なのではと、日に日に疑心暗鬼になっていく。そんな中、アキナさんは私の考えなんて知らずに家に遊びに来てはこう言い放つ。ちょっとトイレ借りるね。どうぞ。
軽い足取りでお手洗いへと向かうアキナさん。今度は何を盗まれるのだろうか。人のものを盗んでおいて何の罪悪感もないアキナさんに私は不満が募っていく。このままではダメだ。そう思うとふつふつと怒りが湧いてくる。その直後のこと。キャー！甲高いアキナさんの悲鳴が聞こえてくる。なんで？その後も驚いて焦っているような声が聞こえてくる。その声をたどると寝室にたどり着く。アキナさんは寝室にあるクローゼットの前で尻餅をついている。クローゼットの中を指さし、わなわなと震えている。なんでクローゼットの中に人が？私に問いかけてくるアキナさんに、私はため息をついてから話し出した。夫のゆうやよ。ちょっと確かめたいことがあって、クローゼットに隠れてもらっていたの。何よ、そんなことだったら事前に言ってよ。驚いたじゃない。それじゃあ意味がないでしょ？はあ？意味がわからず小首をかしげるアキナさんに、今度は夫が話しかける。アキナさん、どうしてクローゼットを開ける必要があるんですか？人の家に来て寝室まで来る理由はありますか？普通お手洗いくらいだと思いますけど。いや、私はともみさんに頼まれ事をされて、そう、タオルを取ってきてって言われたから。タオルは洗面所です。妻はそんなこと頼まないと思いますよ。正直に言ってください。うちのものを盗みましたね。確信に迫る夫だが、相変わらずアキナさんは知らん顔をする。やだ、自分の妻の親友に向かって泥棒呼ばわりですか？悪いけど、私のアクセサリーのことを言っているなら、間違いですよ。自分で購入したものなので。その話は本当ですか？まだ私を疑うっての？夫が再び疑いの目を向けると、アキナさんは声を激しく荒げる。その時、インターホンが鳴った。来るべき人が来てくれたな。夫はそう言うと、アキナさんを連れて玄関に行き、来客を招き入れる。アキナさんは来客の顔を見るなり、驚愕の声を上げた。アキナ、お前はなんてことを。我が家に来た来客は、アキナさんの旦那さんの翔太さんだった。なんであんたがここにいるのよ。ともみさんのご主人のゆうやさんに呼ばれていたからだ。は？何？知り合いなわけ？だからって今ここに来る理由わからないんですけど。ゆうやさんからアキナの行動を聞いたから。もう大体のことはわかってるから。翔太さんは夫の経営する会社の取引先の担当者だった。娘たちのことで意気投合したらしく、個人的に飲みに行ったりするような仲だったらしい。ごく普通のありふれた会話で、自身のものや私のものがなくなることが増えたことを嘆いていたところ、翔太さんは同じようなものをアキナさんが最近手にしていたと夫に話してくれた。そこから、アキナさんの行動を確信した夫は翔太さんに全てを話し、今回の作戦を手伝ってもらうことにした。翔太さんも以前からアキナさんの行動には不信感を抱いていたそうで、お灸を据えるためにもアキナさんが家に現れる時間を見越して家に来てもらった。あんたまで私を疑うの？そんな、みんなして私を悪者に仕立てて何が面白いのよ。自分の夫である翔太さんが来ても、アキナさんは一向に私たちのものを盗んだことを認めようとしない。私は意を決し、最終手段に出ることにした。アキナさん、あなたが今つけているネックレス、見せてもらってもいい？どうぞ。そんなに疑っているなら見ればいいじゃない。どうせあんたのものじゃないし。そう言って、アキナさんはネックレスを乱暴に渡してくる。ネックレスを受け取り、裏面を見ると、やはり私の予想通りだったと確信する。このネックレス、私のよ。何？なんか証拠でもあんの？思い入れのあるネックレスをアキナさんの目の前にかざす。裏面に私たち夫婦のイニシャルを彫ってあるもの。はぁ？私が確認したネックレスは私たち夫婦の結婚記念日に夫がプレゼントしてくれたもの。亡くなったと分かった時は泣いて探し、アキナさんが身につけているのを見た時はすぐにでもひっつかんで取り戻したいくらいだった。
しかし、そうしてしまうと簡単に逃げられてしまうと思い、時が来るのを待っていたのだった。そんなネックレス、どこにでもあるでしょ。それに、あんたたちのイニシャルじゃなくてブランド名だし、知ったかぶりしない方がいいんじゃない？しかし、アキナさんはまだ認めない。このネックレスはね、決して高価なブランドではないけど、私にはそれ以上に大切なものなの。夫がデザインから作成までしてくれたからね。夫はブライダル指輪やネックレスなどの加工や刻印をデザインする会社を経営しているため、毎年結婚記念日などには自身でデザインしたアクセサリーを作っては私にプレゼントしてくれていた。アクセサリーがオリジナルの一点物だと知ったアキナさんは言い訳はできないと思ったのか、今度は開き直り始める。そんな価値のない安物、大事そうに箱にしまっておく方がダッサいわよ。そりゃ私にとっては大事だもん。わざわざ箱から出して盗んだのはアキナさんの方でしょ。高そうだと思ったのに損したわ。自分で盗んだって認めるのね。盗んだものは全部返してもらうから。そっぽ向いているアキナさんに私は一枚の紙を差し出す。今まで盗まれたものをリストアップしたものだ。それを見てもアキナさんはさらに笑い出す。リストアップするとかやっば。そんなに大事なものだったんなら鍵でもかけとけばよかったのに。っていうか、他のものも盗んだって証拠なくない？このリストはすでに翔太さんに確認してもらっているの。だからここに書いてあるすべてのものをあなたが盗んだってことは明白になっているのよ。もう観念して今すぐ返しなさい。はいはい、わかった。返せばいいんでしょ？でも、売ったものもあるから全部は無理だから。じゃあ、弁償してもらう。返せないものがあるなら、同等の額を払ってもらいます。夫がそう告げると、それまで余裕そうにしていたアキナさんは目を見開く。今更何を言うのよ。そんなお金とっくに使ったわよ。無理だって言うなら、警察に通報するだけです。警察は大げさな。大げさではないですよ。こちらとしては当然の権利です。夫の言葉を翔太さんもアキナさんを睨みつけながら聞いている。お願いだから警察だけはやめて。お金なんてないのよ。泣きそうな顔で私に許しを請うアキナさん。関係ない。お願い、返せるものは返すから。そんなの当たり前でしょ。しかし、私は彼女を拒否する。お金に困っているとかそんなものは関係ない。これで許す人なんてそうそういないはずだ。私にすがってくるアキナさんを翔太さんは引き剥がして頭を深々と下げさせる。奥さん、本当に申し訳なかったです。改めて謝罪と弁償させてもらいます。そう言って翔太さんは泣きわめくアキナさんを連れて出て行くのだった。その後、私たちはアキナさんに対し被害届を提出し、翔太さんによって盗まれたものは返され、売却されていたものは弁償という形で返してもらった。アキナさんは日頃から翔太さんの稼ぎが少ないと馬鹿にする一方で、自分は働きもせず好き放題していたそうだ。ゆうなちゃんの世話もろくにしていなかったようだったが、家計を支えようと翔太さんは仕事を掛け持ちしていたため、そんな状態には気づけなかったようだ。最終的にアキナさん夫婦は離婚し、ゆうなちゃんの親権は本人の希望もあって翔太さんになったと聞いた。離婚後、アキナさんの使い込みがなくなった分、翔太さんとゆうなちゃんの生活は人並みになり、仕事を掛け持ちしなくても良くなったと翔太さんは嬉しそうに語っていた。アキナさんは逆に翔太さんが立て替えた分を請求され、カツカツな生活を送っているようだ。それでも刑務所に行かなかっただけ、マシなのではないだろうか。その一方で、ミカとユーナちゃんの関係は変わらない。以前のように仲良く遊んでいて、親友と呼べるような関係だ。二人の仲睦まじく遊ぶ姿を見て、この幸せな生活が続くことを願うのだった。